アクタ模倣品海賊版拡散防止条約。この名前は誤解を招く。アクタの元の目的は知的財産権を国際的に守ること。高級ブランドの偽物など商品や商標の偽造、例えば広く知られた自動車ブランドをタンポンに使用し、ゼネラルモーターズタンポンを売る行為を防ぐこと。薬の特許や医薬品など研究投資や商品開発を保護する。アーティストやジャーナリストが質の高い仕事をできるよう支援し、国際的にコピーライト法を調和させるもの。いい条約だ、そう思わない？でも曲解がある。オックスフォード英語辞書はカウンターフィットを詐欺的な模倣と定義してる。けど、インターネット上でコピーされたファイルはオリジナルと全く同じで模倣品じゃない。そしてオリジナルが消えるわけじゃないから盗みにも当たらない。情報が単純に無料で共有されてるだけだ。だから模倣品はここで無関係だ。詳しく説明しよう。知的財産権はアクタで一度も定義されてない。商標って意味にも、後で著作権を主張できて使用を制限できたり処罰できる、あらゆるアイデアや情報って意味にもなる。これは今のインターネットに絶大な影響を及ぼす。実際のアクタの条文は広範囲を扱っていて複雑で捉えにくい。だからここではインターネットに起こることを仮想の現実社会を例に見てみよう。料理教室にお金を払ったとしよう。教室で美味しいフライドチキンの作り方を教わって、家に帰った時妻にレシピを教えた。ここで問題が起こる。アクタによると夫婦どっちも犯罪者。お金を払ったのは一人なのに妻に無料で情報を共有したからだ。アクタの規制は明確。著作権のある情報を共有した疑いがかかると、住んでいる国によってはあらゆる教室に行くことが禁止され、罰金が課されるか直接刑務所行きになる。でも家でフライドチキンのことを教えたなんて誰も分かりやしないって？そう、今の法律ではその通り。でもアクタは徹底した監視でこれをやり遂げる。すべてのコミュニケーションが監視される。あなたのだけじゃない。あなたの家族も友人もみんな監視される。念のために。でもプライバシーも人権も自由もいらないでしょ？隠すことなんてないんだから。違う？原則が分かったところで、アクタが発行されたらインターネットがどうなるかを見てみよう。インターネット回線は双方向のベルトコンベヤーだと考えていい。ベルトコンベヤー上にデータが小包としてコンピューターに出入りする。アクタのもと、プロバイダー、インターネットに接続するために料金を払っている会社は、著作物を含んでないか、コンピューターが送受信するすべての小包を調べることが義務付けられる。著作物を数回送るか受け取ると、インターネットから切断されたり、刑罰の対象になる。つまり、チャットで友達に MP3 を送ったり、著作権のある音楽が BGM に使われたパーティーの動画をアップロードしたり、著作権のある新聞記事を E メールで引用すると、おしまい、お縄だ。それじゃ足りないと言わんばかりに、問題の記事の情報は新聞社に送られて、訴えによっては罰金が課せられたり刑務所行きになる。プロバイダーも常に自分のサーバー上に著作物や著作物へのリンクがないかチェックすることが要求される。これはユーザーの投稿、例えば音楽や写真、動画を受け付けるあらゆるサイトにとって致命的だ。そんな法律の下で YouTube や Twitter はどうやって運営できる？だから今知ってるインターネットは崩壊の瀬戸際にある。でもせめてこの法律でクリエイターは助かるんじゃないって思うだろう。ところが、ミュージシャンや作家、映画制作者、ジャーナリスト、ソフトウェア開発者、研究者もみんな損をする。だって彼らも同じルールで縛られるんだから。保護されたアイディアはもう再利用、改善、掘り下げることができない。文の一部さえ保護され、著作物として制限される。この条約で得するのは業界のごく一部の人間、いわゆるコンテントマフィア、アメリカレコード協会やアメリカ映画協会だ。彼らは長いこと自分の時代遅れのビジネスモデルを脅かすインターネット問題を解決しようとしてきた。アクタは政府へのロビー活動や彼らの交渉への参加の結果作られたものだ。最新のリークでは予定されているコンテントフィルターやブロックを回避する技術も違法になるようだ。最悪なのは、これらが全て秘密裏に進められていることだ。ヨーロッパでは投票で選ばれてすらいない人が代表として参加している。この結果はすでに YouTube で見ただろう。特定の地域で見れない動画が出てきた。この異常なコピー防止は情報統制にも有用だ。
一度インターネットフィルターやブロック技術が整備されてしまえば、事実上、著作物だと指定されたすべての情報を抑圧することができる。批判ブログやツイッターアカウント、票が操作された選挙や環境の大変動についての動画、子猫の写真さえも。まあ子猫は大丈夫でしょう。毛にコカ・コーラのロゴを塗ったりしてない限りは。これは全部ネットがどういう仕組みか少しでも知っている人には信じがたいけど、ここで覚えておきたいのは、条約に携わっているのはインターネットが何かちっとも分かってない人だって可能性があること。そして一度条約が署名されたらその内容は発行されなければならない。結果直面するのは、検閲されたインターネット、制限された発言の自由、特定のプロトコルが制限されることによるネットの中立性の喪失、ネット上のあらゆる活動の監視、自由の喪失と人権の制限、インターネットから遮断されるといった処罰。そして得るものは何もない。インターネットのために行動を起こすべきなのは今だ。アクタをググろう。ツイートとフォトショップをこのことでいっぱいにして、インターネットに干渉するもんじゃないって知らしめてやろう。街へもニュースを運ぼう。クラーケンを止めるんだ。